いつも K-POP アーティストを中心に扱っていますが、今回は少し番外編です。キム・スヨンさんは俳優ですが、歌手として OST を歌うなど、音楽との縁も深い方です。今回は K-POP という枠を少し離れて、一人の芸能人の人生の波に注目してみたいと思います。実はキム・スヨンさんは今大きな運気の転換点にいます。三名学では人生を10年単位の大きな運気の流れで見ていきます。これを大運と言います。キム・スヨンさんは16歳から36歳までの20年間、大運天中殺という非常に特徴的な運気の中にいました。この時期は大きな成功をつかむ可能性がある一方で、人生の振れ幅も大きくなりやすいと考えます。海に例えるなら、穏やかな海ではなく嵐の海を航海するようなものです。波に乗れば想像もしなかった遠くまで行けます。でも、途中で船がひっくり返り、海に投げ出されることだってあります。そしてこの運気を持っているのはキム・スヨンさんだけではありません。もしかするとあなたにも巡ってきているかもしれません。でも同じ運気が巡ってきても誰もが大成功するわけではありません。なぜなら運が来ることとその運に乗ることは別だからです。キム・スヨンさんはその大きな波の中で行動し、俳優として大成功をつかみました。ところが、その大きな波が終わろうとする時期に彼の人生は大きく揺れることになります。では、そもそもキム・スヨンさんはどんな宿命を持っているのでしょうか。キム・スヨンさんの名式を見て私がまず気になったのが、剣牛星という星です。剣牛星は責任感や誇り、社会的な評価などと関係する星です。ただ、この星を持つ人は自分はこうなりたいという理想を持つと、そこに向かってかなり強く進んでいくことがあります。キム・スヨンさんの場合、それが俳優として成功したいという夢に向かう強いエネルギーとして現れているように私は感じます。そしてもう一つ、私がこの名式から感じるのが反骨精神です。三名学で見ると、幼少期に両親や目上の人からの助けを得にくい宿命があります。キム・スヨンさんは幼少期にご両親が離婚されたそうです。実際の胸の内は本人しかわかりませんが、そうした環境の中で寂しさを感じることもあったのではないでしょうか。そして女手一つで育ててくれたお母さんを自分の力で幸せにしたい。そんな思いが彼の中にあった可能性もあります。何かを強く求める気持ち、自分の力で人生を切り開こうとする気持ち、そういった上が夢に対する貪欲さにつながっていたのかもしれません。そして私はこうした性質も大きな運が来た時にその波に乗ることができた一因なのではないかと思います。でも、キム・スヨンさんの特別な運気は36歳までです。そして今、キム・スヨンさんは38歳。ちょうど大きな運気の波が終わる頃に彼の人生にも大きな変化が起きました。大運転中殺の中にいるときは、まるで嵐の海を追い風に押されながら進んでいるような状態です。自分で必死に漕がなくても、大きな波が船を前へ前へと運んでくれる。さらにその波に乗っているときは、たくさんの人が船を押してくれます。仕事を与えてくれる人、応援してくれる人、一緒に働く人、そしてファン。まるで大勢の人がみこしを担いでくれているような状態です。ところが、大運転中殺が終わると、その追い風が止まります。今まで自分を運んでくれていた波が突然なくなる。あとは自分でパドルを漕いで進まなければなりません。そして今まで自分を担いでくれていた人たちとの関係にも大きな変化が起こることがあります。キム・スヨンさんの場合、まさに大運が終わる頃に大きな騒動に巻き込まれることになりました。そしてさらに重なっていたのが天中殺です。天中殺とは人生の地図はあるのに現在地がわからなくなるような時期です。
これまで進んでいた道が突然わからなくなる。何を選べばいいのか、どこへ進めばいいのか、そんな状況に陥りやすい時期です。大きな運気が終わり、追い風が止まったところに天中殺まで重なりました。キム・スヨンさんにとってはまさに人生の大きな転換期だったのではないでしょうか。そして最近ようやく復帰の兆しが見え始めました。あの騒動でたくさん苦労をしたでしょう。でもその苦労を経験したからこそもう一度大スターを目指していた頃のような貪欲さが芽生えたのではないでしょうか。以前よりももっと大きな目標や夢が生まれたのかもしれません。そしてここで忘れてはいけないことがあります。大きな運が終わったからといって、その運の中で得たものまで消えるわけではありません。大運転中殺の中で経験したこと、そこで得た実績も技術も人とのつながりも、そして自分はここまでいけるという経験も、それらはすべてキム・スヨンさんの中に残っています。人は成功すると自分を見失ってしまうことがあります。でも一度大きく落ちたからこそ見えるものもあります。私は今のキム・スヨンさんはこれまでの経験をすべて持ったままもう一度自分の力で後悔を始めるところなのではないかと思っています。人生はずっと同じではありません。大きな波が来ることもあれば、その波が突然止まることもあります。でも、波が止まったからといって後悔が終わったわけではありません。また自分で漕ぎ出せばいいんです。キム・スヨンさんのこれからの活躍が楽しみです。このチャンネルは K-POP アイドルや韓国エンタメの人物を三名学及び独自の視点で分析しています。気になる方はぜひ見てみてください。